皆様はヨーロッパの最強 LCC ライアンエアーをご存知ですか？ライアンエアーはアイルランドの格安航空会社で、とにかく安いことで有名です。例えばロンドン・ローマ間を3000円で移動できたりします。その代わりルールが厳しいことでも有名なライアンエアーに乗ってきましたのでご紹介します。LCC 初心者の元 CA がお届けするライアンエアーの乗り方、ぜひご覧ください。SNS で見かける評判が結構悪かったので、ドキドキでチケットを買いました。チケットはトリップドットコムやスカイスキャナーで探しても OK ですが、ライアンエアーはすべてアプリで完結するので、最初からアプリをダウンロードして購入する方が楽です。値段もアプリから購入するのが一番安いと言っている人が多いです。ということでアプリから購入しました。私は今回中学生の娘との旅だったので、有料で座席指定をしました。有料で座席指定をすると60日前からオンラインチェックインができます。座席指定をしない方は出発時刻の24時間前から2時間前までの間にオンラインチェックインを済ませます。その際に座席が付与されます。この操作はすべてライアンエアーのアプリ上で行います。オンラインチェックインをせずに空港のカウンターでチェックインしようとすると55ユーロほどの手数料がかかるそうです。空港に着いてから私は手荷物を預ける必要があったので、ライアンエアーのバゲージドロップのコーナーに向かいました。まず自分の手荷物の重さを測り、手荷物タグを発見します。この操作はスマートフォンのアプリと連動して行っていきます。空港の端末を操作している間、私のスマートフォンの端末にはこのようなものが映っていました。手荷物タグをスーツケースにつけたらバゲージドロップに向かいます。ここには係員の方が一人しかいませんでした。わからないことを口頭で聞いて口頭で答える、そのためだけにいらっしゃって手伝ってくれるということは一切ありません。LCC に限らず今後世界中のエアラインがこの流れになっていくと思いますので、この動画でぜひシミュレーションしておいてください。荷物はどちらも18キロほどですが、結構重かったです。ここまででライアンエアーのスタッフと接する機会は一度もありません。人件費の削減が航空券の安さにつながっているんですね。電光掲示板を見て向かうべきエリアを確認します。私たちが乗るライアンエアーのフライトは A のエリアから出るようです。搭乗ゲートの番号はまだ表示されていません。フィユミチーノ空港の搭乗ゲートは出発時刻の1時間前に決まるようで、時間になったら電光掲示板かアプリで確認する必要があります。LCC のフライトは飲み物が出ないので、保安検査場を抜けた後に水を買ったのですが、1本が700円以上してびっくりしました。出発時刻の1時間前に搭乗ゲートが表示されました。私たちの搭乗ゲートは A の62番です。A の62番方向に向かって歩き出します。そそくさと移動しましたが、ゲートに到着した時点で私たちの飛行機はまだ来ていません。焦る必要はなかったですね。これがヨーロッパの新しい U と言われるライアンエアーの機体です。有料で手荷物を預ける人が少ないからか、ほぼ満席の旅客数に対して受託手荷物の量は少なめです。いろいろな方の情報でライアンエアーを調べているときに、多くの方がオープンスポットでタラップを登って搭乗していたので、雨の中屋根のないタラップを登るのが嫌だなと思っていたところ、この日はボーディングブリッジからの登場だったのでラッキーでした。タラップを使って乗り込んでいる方々もいらっしゃいますね。この便はマルタ航空のオペレーションと書いてあります。マルタ航空はマルタ政府とライアンエアーが設立した合弁会社です。
ですので機材もサービスもほぼライアンエアーと思っていいそうです。あら、規定よりも大きい荷物を持ち込んだ方がいらっしゃるようです。ダメと言っても持ってくる方いらっしゃるんですよね。座席前にモニターなどは一切ありません。その代わり安全のしおりがここについていて、なんだか画期的だなと思いました。ライフベストが頭上にあると書いてあります。座席の下か横以外で経験したことがないです。頭上ってどこにあるんでしょう。ありました。世の中にはまだまだ知らないことがたくさんありますね。モニターがないので当然ながら安全に関するお知らせはデモンストレーションです。このデモンストレーション、全エアラインのクルーがトレーニングセンターで習っています。ICAO という国際民間航空機関や各国の航空法で伝えなければいけない保安項目が定められているので、デモンストレーションの内容は各社似てますね。満席で周りに人がたくさんいらして、ちょっといろいろな場所を撮影できなかったのですが、座席自体はそんなに狭くありませんでした。それからリクライニングは一切できません。ただ全員リクライニングができない分、個々の空間が完璧に保たれて逆に快適かもと思いました。食事や飲み物、お土産品は事前オーダーもできますし、機内でも買えます。私たちは空港で手荷物を預けた後に食事をしたので、機内では何も買いませんでしたが、周りの方は結構買っていました。機内は普通に綺麗でしたし、サービスは受けていませんが、クルーはお客さんに笑顔で接していて印象も良かったですし、特にマイナスポイントはありません。これで安さが売りとなれば、普通に選択肢に入れていいエアラインだなと思います。ライアンエアーのレビューいかがでしたか？チェックインと手荷物のルールさえ守れば、安くてとても使い勝手のいい航空会社だと思います。今後もこのチャンネルでは飛行機や旅行の情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。